足は飾りを体現した機体 MSN-02 パーフェクトジオングサンダーボルト版。 MSN-02 パーフェクトジオングは漫画機動戦士ガンダムサンダーボルトの第3部に登場する機体です。イオ・フレミングの機体として登場しますが、パイロットとして強化人間のリリー・シェリーナも共に戦います。またブラックボックスが存在し、まさかの秘密も隠されていました。今回はそんなサンダーボルト版パーフェクトジオングについて解説させていただきます。なお本動画は漫画機動戦士ガンダムサンダーボルトの最新話までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。まずサンダーボルトの世界は機動戦士ガンダムの世界観である宇宙世紀が舞台です。しかし作中の流れや勢力図は機動戦士ガンダムの世界とは異なるため、いわゆるパラレルワールドとなります。そんな本作の第1部では宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国の戦いである一年戦争の最終戦アバオア空戦において連邦軍は勝利。内部に格納されていたジオングの2号機と3号機のダッシュに成功しました。連邦軍はニュータイプ専用の遠隔操作兵器であるサイコミを持っておらず、一年戦争中はジオンのサイコミ搭載兵器に苦戦を強いられていましたが、こうして連邦軍もサイコミを手にすることになりました。一方サイド4のサンダーボルト中域において、イオのフルアーマーガンダムがダリルのサイコザクと激闘を繰り広げた結果、相打ちになり、ジオンのリビングデッド師団の救援にやってきたセイレーン機動艦隊によって露獲されていました。イオは幽閉中はボコボコにされていましたが、一年戦争の終戦に伴いなんとか生還しました。そして終戦から7ヶ月後の世界を描いた第2部では、イオはアトラスガンダムに登場し南洋同盟と戦っていくことになります。最終的に南洋同盟がタール火山基地でサイコザクの製造を行っていることが分かりました。そしてニュータイプ研究所で人口強化の唯一の成功例とも言われる双子の少女リリー・シェリーナとイース・シェリーナも加わり、イオたちはタール火山基地を制圧する作戦に出ます。そしてダリルとの因縁に決着をつける時が来ましたが、かつての恋人であるクローディアがダリルを守り、イオが誤って殺してしまいました。イオはこのショックから PTSD になってしまい、さらに幼馴染のコーネリアス・カカの裏切りにあって殺されかけます。しかしイースがイオを守って身代わりになったため、イオは死なずに済みました。こうしてイオはイースを通じてリリーの心とつながり、つながったリリーもまたイオの優しさと悲しみを知り、2人は絆を深め兄弟になりました。そして第3部戦場の舞台は宇宙へと移ります。サイコザク32機とともに宇宙へ上がった南洋同盟がジオン共和国のあるサイド3に向かったことを受けて、イオはリリーとともにパーフェクトジオングで出撃しました。まずサンダーボルト版パーフェクトジオングの外観としては、原作のパーフェクトジオングには足がついていたのに対し、本機は足の代わりにプロペラントタンクが3機搭載されています。また元のジオングのスカートの下にさらにロングスカートがついていて、ここに様々な武装が格納されています。スカート裏のバーニアは原作のジオングが大型のものが2機、サブバーニアが5機搭載されていましたが、本機のバーニアは設定資料集の内容によるとメインバーニアは2機と変わらないものの、サブバーニアは7機搭載とされています。ただ作中ではメインバーニアが3機、サブバーニアが9機映るシーンも見られます。また肩のデザインは原作のジオングに近い形状ですが、先端のアーマー内に3機のバーニアが内蔵されています。作中ではこのバーニアを用いて急な回避を行う場面が見られます。頭部はジオン系モビルスーツらしく自由に移動する物合いとなっていますが、連邦軍が扱う機体なので胸部中央に連邦ロゴが入っています。なおコックピットは頭部ではなく胸部の連邦ロゴの箇所にあります。そのため分離してジオングヘッドになる際は胸部ユニットも一緒に射出されるようになっています。コックピット内部はアトラスガンダムと同様の全天周囲モニターになっています。またジオングはニュータイプ専用機ですが、イオはニュータイプではありません。そこでコックピットは複座式になっていて、手前にイオが乗って操縦を行い、後ろにリリーが乗ってニュータイプ能力を用いて火器管制を行います。そのため
ジオングの性能を最大限生かすためには、イオとリリーのシンクロが絶対的な条件になっており、サイコミュ兵器仕様の負荷でリリーが不調をきたすと攻撃できなくなるという弱点が存在します。またコックピットブロック内は衝撃を吸収するジェルで満たされています。イオは戦闘のプロフェッショナルですが、10代の少女であるリリーが戦闘中の G に耐えられるようにするため、このような衝撃吸収機構が採用されました。武装は多彩なものを持ちます。まず原作ジオング同様の武装としては頭部ビーム砲、一撃で敵機を撃墜する威力を誇ります。そして腕部ビーム砲、両手の前腕部そのものを砲塔としたビッグ兵器です。マニュピレーターの各指先が5連装ビーム砲として機能するようになっていて、この腕を飛ばしてのオールレンジ攻撃が特徴的です。ジオングが大型の機体ということもあって、腕だけでも巨大なため、機体に近いサイズの腕に突然襲われるというのは恐怖そのものではないでしょうか。腹部には2機のビーム砲を装備しています。構造上、射角が制限される兵装で、前方にのみ攻撃可能な武装となります。このような原作のジオングと同様の武装に加え、ロングスカートに様々な武装が搭載されています。まずマイクロミサイルです。ミサイルコンテナが2つあり、イラストによって1ハッチあたり3発だったり6発だったりしますが、2枚のスカートで合計30発以上のミサイルが搭載されていると思われます。またミサイルポッドの左右外側のプレートはミサイルポッドになっていて、ここからミサイルを打ち出す姿も見られます。さらにスカート中央の2枚のプレートとミサイルポッドの外側のプレートには合計4本の隠し腕とビームサーベルが内蔵されています。なおこのギミックはジオを意識したものということが明かされています。他に防御兵装としてアイフィールドバリアを搭載しています。巨大な本機にとって全身を守ることができる鉄壁のバリアですが、エネルギー消費が大きいという欠点を持ちます。そんな本機は存在自体がブラックボックスとされています。その理由は、連邦軍はアパオアクーでジオングを旅客したものの、操作マニュアルを手に入れてもサイコミを含めたジオングのシステムを解析できなかったことにあります。そのため機体のメンテナンスに関してもサイコミの十分な整備ができず、空母 B52 のメカニックではジオングが故障を起こしてしまうと修理は不可能とされています。またパイロットが搭乗していないにもかかわらず、物合いが転倒したり、戦闘中リリーが操作していないにもかかわらずアイフィールドを発動するなどの不可解な現象が発生していました。作中ではイオとリリーが協力し、圧倒的な火力でサイコザク軍団を殲滅していきます。アトラスガンダムに登場していた頃のイオは個人プレイが目立ちましたが、仲間たちの死を乗り越えイースやリリーと心を通い合わせたことで、仲間たちと協力して戦うことを覚え成長していきました。特にジオングに登場してからはリリーを気遣う優しさが目立つようになります。当初は足であるブースターを装備したパーフェクトジオングで出撃し、サイコザク軍団を圧倒する強さを見せつけます。しかしジオングのサイコミュ兵器仕様はパイロットへの負荷が大きく、戦闘によってはリリーが意識を失うほどの事態になっていました。その後ダリルのパーフェクトガンダムとの戦闘では互角に戦うものの、発射されたソーラレイに2人とも巻き込まれます。パーフェクトジオングはバリュートシステムを使い、なんとかこれを防ぎましたが、ブースターとロングスカートは失われました。なおバリュートシステムでレーザーを防ぐという展開はガンダム作品初だと思われますが、この戦いはそもそも宇宙での戦闘なのにもかかわらず、連邦軍の機体のほとんどがバリュート装備で出撃していたり、宇宙用の機体であるジオングにバリュートが搭載されていたことから、本作戦でのバリュート装備は地球降下用ではなく、レーザーを防ぐための武装として想定されていることがわかります。ここでリリーは戦闘中にサポートしてくれていたもう一人の存在に気づき、ジオングのブラックボックスを開けることになります。中に隠されていたのはニュータイプレバン風のクローンの脳でした。こうしてジオングのサイコミはレバンのクローンの脳と操縦者のニュータイプ能力でつながり操作するという仕組みが判明。イオはレバンの脳をカリストと名付け、南洋同盟を止めるべくトリオセッションを始めていくのでした。余談ですが、パーフェクトジオングは初期デザインでは一般的な足を持った機体として描かれていました。しかし原作のあんなの飾りです
という名台詞から、そのまま足をつけるのは抵抗があるということで、最終的にプロペラントタンクを取り付けることになったとされています。また、ニュータイプに覚醒したダリルに対抗するイオが、普通の人間では勝てないので、どのようにすれば互角に戦えるのか。ということで、シャアがララーと共に戦ったように、イオはリリーと共に戦うようになったとされています。名前からして、ジオンの象徴であるはずのジオングが、連邦軍の最高戦力として戦うという驚きに加え、サイコニャのブラックボックスの真相で度肝を抜かれた方も多いと思うんだぜ。現在、最新話では、ラストシューティングとその先のクライマックスに進んでいて、目が離せない展開になっています。まだの方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。